スは違うな。どうも、ベンテンクルの大河です。お久しぶりでございます。ちょっと久しぶりにですね、めちゃくちゃご機嫌なスニーカーを手に入れたので、ご紹介したいなと思います。そのスニーカーが、ナイキ SB のダンクロープロクイックストライク、パイエットパーラコラボモデルですね。アブストラクトアートです。はい、というわけで今回はこちらのダンクなんですが、もう超最高っすね。はい、僕正直もうプレネでも全然いっちゃおうかなと思ってたんですけど、今回は FTC で、相方の大ちゃんが当ててくれました。ありがとうございます。いろんな喋りたいことがあるんで、ちょっと何から喋ろうかなっていう感じなんですけど、ダンクのことはとりあえず置いといて、コラボの、パイエットパーラとはどういう方なのかっていうところからですね、結構なんかいろんなサイトではね、パイエットパラって書かれてるんですけど、多分発音的にはピートパーラーですね。はい。オランダ、アムステルダムのアーティストですね。芸術家の方でございます。グラフィックデザインとか、イラストとか、こういうようなちょっと抽象画が、得意な方なんですけど、あと音楽もやってたり、非常にマルチな方ですね。はい。アムステルダムいいですよね。一回行ってみたい。オランダほんと一回行ってみたいところですね。はい。そんなパーラのコラボモデルとなっておりますが、ナイキとのつながりで言うと、確か、2005年のマックスワンですね。アムステルダムが出まして、そこからのつながりだと思います。で、ナイキ SB に関しては、2019年、2年前かな、にダンク SB と、あとブレザーのローカットも出してましたね。はい。ちょっとね、僕もめちゃくちゃ欲しかったんですけど、それ結局変えることができなかったんで、今回ちょっと、このモデルが手に入って、非常に大満足でございます。リークに関してはね、去年末ぐらいかな、ずっと出てたんですけど、なんか全然違う、今の現状のものとは全然違うものが出てたりとか、あと途中でリークされたものも結局ファミリー&フレンズモデルだったりとか、っていうので結構なんか、紆余曲折あったんですよね。で、発売時期に関してはもうリーク出た時から2021年夏って出てたんで、多分これはオリンピックに合わせてくるなと思ってたんですけど、案の定、オリンピックに合わせたということで、いわゆる結構オリンピックモデルとしても、これは位置づけられるのかなと思います。で、オリンピックに関しては、今回パーラはですね、公式ではないか。あれは、一応ユニフォームを、日本とアメリカとフランスとブラジルだったかな。ユニフォーム作ってまして、一応フェデレーションキットという名目で販売してましたね。はい。実はというか、スケボーって別に、特に決まったユニフォームっていうのがないんで、このさっき言った4カ国の選手はね、ナイキが提供された、そのユニフォーム着てましたけど、そのユニフォームを作ったのが、というか、そのユニフォームのデザインをしたのがパーラでございまして、今回それに合わせる形で、スニーカーも発売されました。なので、これは結局、
いう、大会公式シューズとかっていうわけでは全くないんですけど、ユニフォームとのつながりから言うと、これも実質的スケートボードの公式シューズと言っても過言じゃないのかなとは思ってるんですが、一応そういった点からですね、パーラー自身にとっても結構エポックメイキングな一足になるんじゃないかなと思います。さっきも言った通り、もうリークの段階でもう絶対買うぞって決めてたんですけど、デザインがリークでいろんなのが上がって、うわ、どんなのになるのかなって楽しみだったんですけど、結局こういう感じで、いい感じでまとまっててね、さすがだなの一言でございます。とにかくね、ディティールを見ていきましょう。はい、まずアウトソールですね。アウトソールはガムソールとなってます。真ん中のパーツだけ、ボルドーって言ったらいいのかな。エンジのパーツが使われてます。ガムソールですね。いい感じですね。ナイキ ID あるあるで言うとね、皆さんガムソール使いがちっていうような感じがあるんですけど、はい、ガムソールですね。結構グリップ力高めるために今回使ってるのかなと思います。だからスケボーで言うと実用性も兼ね備えてるのかなと思います。ただガムソールって僕個人的なイメージ、今まで何足か持ってたんですけど、結構かかとが擦れやすいというか、すり減りしやすいのがガムソールの特徴なのかなと思います。気になる方は、そういうのちょっと要注意かなと思います。で、ミッドソールですね。ミッドソールはホワイトとなっております。で、気になるアッパーなんですけど、まず目を引くのがレイヤーの部分ですね。アブストラクトアート、その名の通り抽象画となっておりまして、パーラ得意のですね、抽象画ですね。カラーリングももうパーラーらしいカラーリングでレイヤーが上に乗ってるっていうような状態でございます。これ実はですね、ギミックがあって、これなんか上キャンバス地のような、感じ、布地になってるんですけど、これですね、剥ぐことができます。スケートするとき、オーリー足とかでね、擦れて、それが下地が見えてくるっていうような。下地はね、ピンクのスウェードになってるそうです。ちょっと僕は怖くて、する勇気はないですけど、綺麗に履いていきたいなと思ってます。ちょっと剥がしちゃうとピンクなんで、ちょっとどうなのかなっていう感じなんですけど、その辺の遊び心も面白いんじゃないでしょうか。で、アウトサイド側のですね、つま先部分にミニスーシュが入ってます。これもね、一応刺繍で入っております。で、スーシュですね。スーシュブラックとなってますが、これね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、基本的にスーシュって、ダンク SB の場合、こうなって、ここからまた繋がってはいるんですけどね、今回のはね、もうシュッて、ここで止まってるような状況となってます。この辺もね、今まであんまなかったんじゃないかなと思います。いい感じですね。はい。で、ホワイトの部分、ここの部分なんですけど、これ実はね、ホワイトではなく、モカホワイトというカラーリング名がついてます。ちょっとくすんだようなホワイトですね。セイルで良かったんじゃないかなと思うんですけど、セイルよりもうちょっとくすんだ感じなのかな。ちょっと動画だと分かりづらいと思うんですけど、普通の白と違って、このミッドソールと比べると結構分かりやすいかなと思うんですけど、ホワイトではなく、モカホワイトとなってます。素材はね、これヌバックっすね。ナイキさんなんか最近ヌバックめっちゃいいの使ってるなっていう印象なんですけど、どうなんでしょうかね。毛足がめちゃくちゃ短くて触り心地とってもいいですね。最近のいい感じのナイキさんが使ってるヌバックでございます。で、ヒールですね。ヒール左足にはこれパーラと入ってます。で、右足ですね。右足にはね、ナイキと刺繍が入ってます。で、シュータンですね。シュータンこんな感じとなってます。ここもね、ちゃんと柄が入ってて、あとターン裏ですね。ターン裏もしっかり柄が入ってます。シュータンに関しては SB 独特の厚タン仕様となってます。しっかり厚タンですね。はい。で、ライニングですね。ライニングは、深いグリーンというか、なんて言ったらいいのかな、ネイビーとグリーンの中間色のような、すごい、これもパーラ独特の色味ですね。はい。めっちゃいい感じの色味となってます。素材は、なんだろうこれ。メッシュというか、これも SB でよくある、ジャージ素材って言ったらいいのかな。はい。になっております。で、インソールですね。インソールもね、ちゃんとパーラのアブストラクトアート、抽象画がぎっしり
書いてますが、ここにですね、筆記体バージョンのナイキ SB のロゴとパーラのロゴも入ってます。これはね、ちょっとプリントすぐ取れちゃうかなっていうような感じなんで、ここのロゴの2つはね、プリントになってるんですけど、これは多分すぐ取れちゃうかなって思うんで、気になる方は変えてもいいのかなと思います。で、SB 独自のこのズームエアが入ったインソールとなってます。で、シューレースなんですけど、デフォルトではホワイトが入ってます。ホワイトもね、すごいいい感じ、パキッとしてね。これはこれで大好きなんですけど、一応ですね、替えのシューレースついてまして、右足に刺してみたんですけど、これもね、ライニングと同じ色で深い緑のね、シューレースがついてます。僕的にはこっちの方が好みかなと思います。僕は履くのはこっちで履こうかなと思ってます。持った感じというか、実際に手に取って見てみた感じ、非常になんか陰影がしっかりしてるスニーカーだなっていう印象なんですよ。で、というのもこのデコボコ感がすごいって言ったらいいのかな。さっき言った通りこのね、レイヤーの部分はスウェードにさらにそのキャンバスというか、この柄を乗っけてるのと、あとね、この黒のスーシュもね、通常のなんかこうダンクで使われてるようなスーシュに比べて、やや厚さがすごい、なんか感じるんですよね。すごいこうなんかデコボコ感、凹凸感があって、陰影をすごく感じるスニーカーとなってます。ちょっともうとりあえず履きたくてたまんない感じなんでね、早速履いてみましょう。もう、ええやんしか出ないですね。はい。バッチリですね。もうこれは軍パン一択じゃないかなと個人的には思ってるんですけど、どうでしょうか。やっぱシューレースはこっちのシューレースの方が僕は好きですね。白もパキッとしていい感じなんですけど、このグリーンの方が僕は好きですね。はい。いいですね。なんか最近ずっとダンク SB のコートパープルをずっとほとんど毎日履いてるんで、もうなんか SB 足になっちゃってるんですけど、相変わらずいい感じだなと思います。決して別に履き心地がめちゃくちゃいいっていうわけでは、ニューバランスとかと比べるといいっていうわけではないんですけど、なんかこれだなっていう履き心地です。はい。伝わりますかね。はい。サイズは僕の場合マイサイズ、もうきっちりジャストで履きたいんで、マイサイの 25.5 を選んでます。みんなもマイサイでいいんじゃないかなとは思うんですけど、SB のダンクはハーフサイズアップがいいとかって言うんですかね。どうなんでしょう。その方が無難だとは思うんですけど、SB ってかかとのパッドがね、効いてるので、ジャストで履いた方が気持ちいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。そこは好き、好みあるかなとは思います。一応さっきディティールでお伝え忘れてたんですけど、シューレースチップですね、にもちゃんとパラのロゴも入ってます。この辺りが抜かりない感じでいい感じですね。はい。これはちょっとこれからの季節ヘビロテ間違いなしかなと思います。完全にちょっと僕大好きなカラーリングとなってますんで、いやこれめちゃくちゃ嬉しいですね。いい感じだと思います。はい、というわけで今回はナイキ SB のダンクロープロクイックストライク、ピート・パーラコラボモデルの、アブストラクトアートでございました。いかがでしたでしょうか。いやーもうほんと大満足の一足ですね。なんか個人的には春夏はこのね、パラのダンク履いて、秋冬に関してはね、ショーン・クライバーの、クリスマスダンク履くっていうのがなんかこう、布陣が出来上がったなと、ちょっとニヤニヤしちゃうんですけど、そんなこんなでどの時期にどれを履こうかなとかっていうのを考えるのもね、すごい楽しいんじゃないでしょうか。で、これに関してはというか、僕基本的にスニーカーって別に同じ型で同じカラーの靴って、2足3足別に全然いらないんですけど、なんかね、このモデルに関しては正直2足目3足目欲しいなと思ってて、プレネがちょっとでも落ち着けば、無理してでも2足目買おうかなと思っちゃってるぐらい非常に気に入ってます。かなり僕好みなカラーリングでございます。ちょっとまだ持ってなくて気になってるよっていう人いればね、ほんと大満足するんじゃないかな
なと思います。おすすめの一足でございます。だからといって別に二次流通で買えよっていう話じゃないんですけど、気になる人いれば、これは買っても損ないんじゃないかなとは思ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. バイバイ。